今回は私がスカイリムをプレイしていて気づいた小ネタやテクニックのうち、単発で動画にするほどでもないものを9つまとめて紹介します。中にはすでにネット上で知られているものもあるのですが、あまり有名ではないので多くの人にとっては新鮮な内容になってると思います。一つ目はファルカスに関する小ネタです。ファルカスは同胞団の一員であり、栄誉の証明で一時的に同行することになる NPC です。クエストで一時的に同行する NPC はボタン長押しで指示を出せるタイプと、長押ししても指示を出せないタイプが存在しています。ファルカスはどちらなのかというと、残念ながら指示を出せないタイプとなっています。しかしラストマンの石塚でウェアウルフから戻った直後にボタンを長押しすると、なぜか指示を出すことができてしまいます。ただし指示を出せるのは広間にいる間だけで、先に進んだり引き返したりすると指示は出せなくなってしまいます。ラストマンの石塚といえば高ランクの敵が多数出現する高難易度ダンジョンなのですが、難易度の高さに拍車をかけているのがファルカスのクソサコっぷりです。なので事前にある程度強力な装備を用意しておいて、変身解除直後に拾わせて装備させれば、戦力が大幅に向上して攻略が楽になります。そこまでしなくてもシルバーハンドが装備してたか盾武器と盾を拾わせるだけでも盾役としての性能は上がるのでプレイヤーの被弾を抑えることができます。なぜこのタイミングでのみ指示を出せるのか理由はわかりませんが、うまく使えば攻略の難易度を下げられるのでぜひ試してみてください。二つ目は馬での移動を快適にするテクニックです。馬といえば広大なスカイリムを旅する上で欠かすことのできない存在ですが、水に入ると極端に動きが遅くなってしまうという欠点があります。あまりにも遅いので水を渡る際は馬から降りて泳いでいく方がほとんどだと思います。しかし水上で馬から降りた後もう一度乗ると、馬に乗ったまま水面を走ることが可能になります。これで煩わしかった馬での水上移動が快適になりますね。ただスカイリムのほとんどは陸なので使う機会はなさそうに思えますが、例えば私はエリナルタ湖の宿女の石碑を取りに行く時によくこのテクニックを使います。他にはボーンウルフの復讐を取る際に東帝都社の倉庫から川を渡る時とか、まあそれくらいですね。使用機会は限られますがノロノロ移動から解放されるわけですから知っておいて損はないテクニックです。3つ目はポテマの地下墓地に関する小ネタです。狼の女王の目覚めではポテマの地下墓地を攻略することになりますが、その際プレイヤーに立ちふさがる最大の障壁が、回転する鉄格子の仕掛けです。鉄格子が開いたタイミングでレバーを引いて回転を止める必要があるのですが、回転が遅い上に3つも連続してるので仕掛けを解くのに時間がかかります。さらにレバーが密集しているせいで間違ったレバーを引いてしまうことがよくあり、プレイヤーに多大なストレスを与えてくる最低最悪の仕掛けとなっています。しかし実はこの仕掛けはとある方法を使えば簡単に通り抜けることができます。それは、ただ前進するだけです。要は鉄格子が開いた隙に通り抜ければいいのでわざわざレバーで停止させる必要はないんですよね。これ見よがしにレバーが設置してあるので操作しなくてはならないような気がしてしまうのですが、それこそがベセスラが我々に仕掛けた心理的トラップだったのかもしれません。4つ目はリークリングに関する小ネタです。リークリングといえば槍でひたすら突き続ける攻撃モーションが特徴的ですが、実はパワーアタックのモーションが存在していることを知っていましたか？実際に見てもらいましょう。このようにジャンプしてから垂直に槍を振り下ろすのがリークリングのパワーアタックです。しかしこのモーションを見た覚えがないという方は多いのではないでしょうか。それもそのはずで、このままリークリングを観察し続けても二度とパワーアタックを使用することはありません。なぜかというとリークリングのスタミナ回復率は0に設定されていて、初期スタミナを使い切ってしまうと自然に回復することがないからです。なのでリークリングのパワーアタックを見れるのは雇用後最初の戦闘のみなのですが、実はリークリングのパワーアタックにはもう一つ、下から突き上げるようなモーションもあり、こちらは通常攻撃とほとんど見分けがつきません。なのでこちらのモーションでスタミナを使い切ってしまうと、ジャンプする方のモーションを見る機会は一度もなくなってしまうわけです。しかし単にスタミナの問題であるならスタミナ吸収効果のある武器を持たせれば何度でもパワーアタックを使えるようになります。もしくは回復パークのスタミナ回復を取得してから回復呪文で回復することでもまたパ
パワーアタックを使うようになります。リークリングがパワーアタックを使わなくて困ってるという方はぜひ試してみてください。5つ目はスカイヘブン聖堂に関する小ネタです。スカイヘブン聖堂へファストトラベルすると、入り口直前のエリアに移動します。このエリアは珍しい性質を持っていて、ファストトラベルで直接外に出ることが可能です。ファストトラベルで入れてファストトラベルで出られる。これは自宅として使うのに最適な性質と言えます。AE で追加されたシャドウフットの聖域にもファストトラベルで出られるという性質がありますが、入るためにはリフ天候にファストトラベルしてからドアをくぐるという2段階が必要になるので、アクセスの良さではスカイヘブン聖堂の方が上です。ファストトラベル地点付近には収納は1つしかありませんが、どこかから消えない死体を運んでくれば収納代わりとして利用可能です。適当な屋外でキャンプ用具を使用して、直後にクエストジャーナルからマップを開いて、スカイヘブン聖堂にファストトラベルすれば、内部にキャンプを設置することが可能です。これで料理や睡眠ができるようになってだいぶ家らしくなりましたね。生産設備がありませんし見た目にも多少の難はありますが、それでもこのアクセスの良さは何者にも代え難いので、ここを自宅として使ってみるのはいかがでしょうか。特に資料術師としてプレイしてるなら死体の保管場所に最適だと思います。ちなみにスカイヘブン聖堂は本来ならメインクエストの終盤で訪れる場所ですが、ファストトラベル地点を開放するだけならいつでも可能です。6つ目は水歩行の薬に関する小ネタです。水歩行の薬とはレイブンロック鉱山で個数限定で入手可能なレアな薬で、飲むことで60秒間水の上を歩けるようになります。アオジダルの水歩行のブーツにも水の上を歩く効果がありますが、実はこの両者には微妙な違いがあります。完全に水に潜った状態でアージダルの水歩行のブーツを装備しても、一度水上に上がるまでは水に潜ったままですが、同じ状態で水歩行の薬を飲むと、一瞬で水上まで移動します。例えばクエストで水中深くに潜った後、水面まで戻るのが面倒になることってよくありますよね。そんな時は水歩行の薬を飲めば、一瞬で浮上して水面まで上がる手間を省けます。この水上に上がろうとする力はかなり強力で、頭上に障害物があったとしても、貫通して上がってしまいます。洞窟内などの完全に水没した場所でこの薬を飲むと、天井を貫通して世界の裏側に出てしまいます。水歩行の薬を飲む際はうっかり天井を貫通しないように気をつけてください。7つ目はレイブンロックに関する小ネタです。スカイリムの主要な都市には大抵物乞いが住み着いていて、1ゴールド渡すだけでお得に買い物ができるようになるありがたい存在なのですが、レイブンロックでは基本的に物乞いを見かけることはありません。しかし条件次第ではレイブンロックに物乞いを住まわせられることを知っていましたか？レイブンロック西の大地の岩に副上を当てて開放すると、祠の建築をさせられていた住民がその後物乞いとしてレイブンロックをうろつくようになります。これでレイブンロックでもお得に買い物ができるようになりますね。ただし彼らは最後の子孫のクエストが完了してレイブンロック鉱山での採掘が再開されると、鉱山で働くようになって物乞いではなくなってしまいます。つまりレイブンロックに物乞いを住まわせるには、最後の子孫完了前に大地の岩を開放する必要があるわけです。レイブンロックでは最後の子孫発生までの動線がかなり丁寧に引かれているので、物乞いが存在していたことを知らなかった方も多いのではないでしょうか。8つ目はゴールデンヒルズ大農園に関する小ネタです。ゴールデンヒルズ大農園といえば様々な便利機能を備えた優秀な自宅候補ですが、動物型獣舎に関する便利機能を有していることを知っていましたか？ゴールデンヒルズ大農園付近で動物型獣舎に話しかけると、ここに残って農場を守ってくれという選択肢が出ます。これを選ぶとゴールデンヒルズ大農園の入り口で待機するようになり、襲撃イベントの際に戦力になってくれます。この状態でも従者として雇うことは可能ですし、別れればまた農園入り口に戻ってくれるので、頑丈なドワーフスフィアのようなアクセスの悪い場所にいる動物型従者をキープしておくのにも便利です。
この状態は会話からいつでも解除できるので、後から別の動物型従者に入れ替えることも可能です。ただし全ての動物型従者に有効なわけではなくて、ミーコ、リークリング、ゴグは追加の選択肢が出ないのでこの機能は働けません。隠し要素というわけではありませんが、農園まで連れてきて話しかけないと選択肢が出ないので、この機能の存在を知らなかった方は多いのではないでしょうか。さらにこの機能を使って鎧のトロールを待機させると面白いことが起きます。まずは普通に鎧のトロールを連れてきて待機させます。その状態で新しく鎧のトロールを雇って農園まで連れてきて話しかけると、待機させたのとは別の個体なのに待機を解除させる選択肢が出てしまいます。これを選ぶと最初の個体の待機状態は解除されますが、どこにも移動することなくその場に留まり続けます。新しく連れてきた方の個体を会話から待機させると、同時に2体の鎧のトロールを農園に待機させられます。これを繰り返せばいくらでも鎧のトロールを増やし続けることが可能です。ある程度増やした段階で古い個体から消えていくと思ったのですが、通常のトロール24体、フロストトロール16体まで増やしても消えることはなかったのでここで検証を打ち切りました。ここまで増やせば襲撃イベントが起きてもすぐに片付けてくれますし、大量のトロールが群がる姿はなかなか壮観なのでぜひ試してみてください。ちなみにこの方法で待機させたトロールはただその場に留まり続けてるだけなので、頑張って移動させればスカイリムの好きな場所で待機させることも可能です。最後は大地の骨に関する小ネタです。大地の骨とはレイブンロック西の大地の岩から得られるパワーで、30秒間物理ダメージを 80% 軽減する強力な効果を持っています。これは変性の達人魔法ドラゴンスケールとほぼ同じ効果です。ドラゴンスケールには鎧の防御力をゼロにする効果もあるのですが、この効果は発動後装備を変更することで適用されるので、装備を変えない限りは鎧と呪文両方のダメージカットが有効となり、防御力がカンストしていた場合は 96% のダメージをカットできます。しかし武器や別の魔法に持ち替えると防御力がゼロになってしまうので、この状態のまま攻撃するにはシャウトやパワーなどを使うしかありません。ところが大地の骨の場合は両手に武器や魔法を持ったまま発動できるので、鎧と呪文両方のダメージカットを有効にしたまま攻撃できます。事前に盾を装備していれば盾によるダメージカットも有効なので、最大で 99.4% のダメージをカット可能です。この状態なら難易度レジェンダリーのカースターグのパワーアタックを受けても、たったの9ダメージしか食らえません。ただし大地の骨は一度使うと消えてしまい、再び使用するには大地の岩を調べて再取得するしかありません。なので頻繁に使うことはできないのですが、カースターグや黒炭の戦士など規格外の敵と戦う際は頼りになるのでぜひ試してみてください。というわけで単発で動画にするまでもない小ネタを9つ紹介しました。あなたの冒険に役立ちそうなものはありましたか？私のチャンネルではこの他にもスカイリムについて役立つテクニックを紹介してるので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。